会議が長い人ほど実は成果が出にくいです。長く話し合えば良いって思っていました。自分も会議多いけど正直あまり進んでない感じです。少しだけ考えてみてください。その会議、本当に前に進んでいますか？会議が終わっても結局何も決まらない。あります。なんとなく疲れるだけの日もあります。結論が曖昧で後でまた集まることも多いです。その状態が続くと時間だけが減っていきます。仕事の質にも大きく影響します。この本を読むと会議の質が大きく変わります。会議の質って変えられるものなんですね。正直会議は仕方ないと思っていました。ダメな会議をゼロにする方法という一冊です。ビジネス現場の会議改善を扱う本です。この本は無駄な会議を減らす方法を教えます。無駄な会議、確かに多い気がします。でもどう変えればいいかはわからないです。ここを勘違いするとどれだけ会議しても変わりません。大切なのはやり方そのものです。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。ポイントで聞けると理解しやすそうです。仕事にすぐ使えそうな内容なら助かります。会社員の現実を変える一冊としてお届けします。まずは会議の本質から見ていきましょう。この本は会議の進め方を根本から見直す内容です。会議のやり方って深く考えたことがなかったです。言われた通り参加するだけで終わっていました。多くの人が会議の目的を意識していません。だから時間だけが過ぎてしまいます。この本では会議の目的を明確にすることを重視します。目的ってなんとなく共有されているものだと思っていました。実は自分もはっきり言葉にできていません。会議には必ず役割とゴールが必要です。それがないと話がずれていきます。さらに誰が何を決めるのかをはっきりさせます。確かに責任が曖昧なこと多いです。結局誰も決めずに終わることもあります。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。決定する人が明確になるとスピードが変わります。また会議の進行方法も具体的に説明されています。進行って自然にできるものだと思っていました。うまく回せる人とそうでない人の差を感じます。話す順番や時間配分にも意味があります。それだけで会議の質は大きく変わります。この本を読むことで会議の正しい設計がわかるようになります。設計っていうと難しそうに感じます。でも仕組みとして考えれば理解できそうです。会議は偶然うまくいくものではありません。あらかじめ準備することで成果が出ます。さらに無駄な会議を減らす考え方も学べます。会議が多すぎると感じていました。でも減らす方法までは考えていませんでした。必要な会議だけに絞ることが重要です。それが時間と集中力を守ります。結果として仕事全体の効率が上がります。会議が変わるだけでそんなに変わるんですね。日々の負担が軽くなるなら嬉しいです。会議は仕事の中心にあります。だからこそ改善の効果が大きいのです。一つ目のポイントは会議の目的を明確にすることです。目的って言われても正直ふわっとしていることが多いです。とりあえず集まって話すこともあります。多くの人がここで時間を失っています。目的が曖昧なままでは話が広がるだけです。例えば情報共有なのか意思決定なのかで進め方は変わります。確かに同じ会議でも雰囲気が違うことがあります。何を決めるのかわからないと不安になります。情報共有なら短く正確に伝えることが大切です。意思決定なら選択肢を整理する必要があります。この違いを意識するだけで会議は変わります。そんなにシンプルなことだったんですね。今までなんとなく進めていました。目的が明確になると発言も変わります。必要な話だけに集中できるようになります。さらに会議の最初に目的を言葉にすることが重要です。最初に言うだけで変わるんでしょうか。聞く側としても安心できそうです。参加者全員が同じ方向を向けます。それが無駄な発言を減らします。また目的は具体的であるほど効果があります。具体的ってどこまで考えればいいですか？そこまで細かく決めたことはないです。例えば今日中に結論を出すなどです。期限やゴールを明確にします。すると自然と時間の使い方も変わります。確かにダラダラしなくなりそうです。
時間を意識したことがあまりなかったです。会議の質は目的でほぼ決まります。だからこそ最初が大切なのです。結果として短くても成果が出る会議になります。短くてもいいなら気持ちが楽です。長さより中身なんだと感じました。目的を決めるだけで大きな変化が生まれます。まずはそこから始めることが重要です。2つ目のポイントは誰が決めるのかを明確にすることです。会議で意見は出るけど、最後に誰が決めるかわからないです。なんとなく流れで終わることが多いです。ここを曖昧にすると会議は何も生みません。結論が出ない会議はただの時間消費になります。例えば全員で決めるのか責任者が決めるのかで大きく変わります。全員で決める方が良いと思っていました。でも意見がバラバラでまとまらないこともあります。全員合意は時間がかかる場合があります。一方で責任者が決めるとスピードが上がります。この違いを理解することが大切です。状況によって使い分ける必要がありそうです。今までそこまで考えていませんでした。意思決定の方法を事前に決めておきます。それだけで迷いが減ります。さらに決める人は最初に共有しておきます。途中で変わることもありますよね。誰に従えばいいかわからなくなることもあります。最初に決めておくことで混乱を防げます。参加者も安心して意見を出せます。また決める人は責任も持つ必要があります。責任って重く感じます。だから誰も引き受けたがらないこともあります。しかし責任があるからこそ判断が明確になります。それが結果につながります。すると会議のスピードと質が同時に上がります。今まで無駄に長かった理由が分かってきました。決める人がいないと進まないんですね。会議は決めるための場です。その役割をはっきりさせることが重要です。結果として迷いのない会議になります。迷いが減るとストレスも減りそうです。会議が少し前向きに感じられます。誰が決めるかを決めるだけで変わります。すぐに実践できるポイントです。3つ目のポイントは会議を事前に設計することです。会議ってその場で何とかするものだと思っていました。準備よりも流れに任せることが多いです。ここを軽く考えると会議の質は上がりません。会議の結果は始まる前にほぼ決まっています。例えば議題や時間配分をあらかじめ決めておきます。その場で決めることが多かったです。途中で時間が足りなくなることもあります。最初に流れを決めておくことで無駄が減ります。話がそれることも防げます。さらに必要な資料も事前に共有します。当日初めて見ることが多いです。その場で理解するのに時間がかかります。事前に読むことで会議では議論に集中できます。理解のスピードが大きく変わります。また参加者も適切に選ぶことが重要です。とりあえず関係ありそうな人を呼んでいました。人数が多いほど話がまとまりにくいです。必要な人だけに絞ることで議論が深まります。発言もしやすくなります。さらに会議のゴールを共有しておきます。途中で方向がわからなくなることがあります。何のために話しているのか迷います。ゴールが明確だと判断もしやすくなります。迷いが減りスピードが上がります。すると会議は短くても質の高いものになります。準備だけでそんなに変わるんですね。今まで準備を軽く見ていました。会議は準備が全てと言っても過言ではありません。それほど重要なポイントです。結果として無駄のない会議が実現します。会議のストレスも減りそうです。前よりも前向きに参加できそうです。事前に設計することが最大の改善です。今日からすぐに取り入れられます。この本の中で印象的なのは会議はコストであるという考え方です。会議って必要なものだと思っていました。コストとまでは考えたことがなかったです。多くの人がこの視点を持っていません。だから無駄な会議が増えていきます。例えば1時間の会議に5人参加するとします。よくある状況です。自分も普通だと思っていました。それだけで合計5時間の時間を使っていることになります。これは大きなコストです。さらにその時間で本来できた仕事も失われます。確かに自分の作業が止まります。後で取り戻すのが大変です。見えない損失が積み重なっていきます。それが会社全体に影響します。ここで重要なのはその会議に価値があるかどうかです。必要だからやっているつもりでした。でも改めて考えると疑問もあります。
コストに見合う成果が出ているかを考える必要があります。それが判断基準になります。この考え方を持つと会議への意識が変わります。なんとなく参加することが減りそうです。少し緊張感も出てきます。会議は投資でもあります。だからこそ成果が求められます。さらに本では会議を減らす勇気の重要性も語られています。減らすのって怖いです。必要だったらどうしようと不安になります。しかし不要な会議を続ける方が問題です。そこに気づくことが第一歩です。すると本当に必要な会議だけが残ります。それなら集中できそうです。一つ一つの会議が大事に感じられます。会議の質が自然と上がっていきます。結果として成果にもつながります。このエピソードはとてもシンプルですが強いメッセージです。今までの考え方を見直すきっかけになります。少し怖さもあります。会議の当たり前を疑うことが大切です。それが変化のスタートになります。この本の内容は日々の会議ですぐに活かすことができます。実際にどう使えばいいのか気になります。読んでも実践できないことが多いです。まずは会議の前に目的を一つ決めることから始めます。それだけで会議の流れが変わります。例えば朝のミーティングを思い浮かべてください。毎日なんとなく参加しています。正直、流れ作業になっています。そこで今日は何を決めるのかを決めます。それだけで集中力が変わります。さらに誰が決めるのかを最初に伝えます。途中で責任の所在が曖昧になります。発言もしづらくなります。最初に決めておくことで安心して話せます。会議の空気も整います。また会議の時間を短く設定することも効果的です。長く取るのが当たり前でした。でも実際は集中が続きません。短く区切ることで密度が上がります。結果として効率が良くなります。ここで大切なのは小さく始めることです。いきなり全部変えるのは難しいです。周りの目も気になります。一つだけ変えるだけでも十分効果があります。それが積み重なっていきます。この本の内容は1対1の打ち合わせでも役立ちます。会議だけの話ではないんですね。日常の会話にも使えそうです。目的とゴールを意識することで会話が変わります。短時間でも成果が出ます。また上司との会話でも活かせます。うまく伝えられないことが多いです。話が長くなってしまいます。最初に結論を意識することで伝わりやすくなります。相手の時間も大切にできます。この本の内容は仕事全体の進め方にも影響します。会議だけの問題ではなかったんですね。考え方そのものが変わりそうです。会議は仕事の縮図です。だから改善すると全体が良くなります。結果として時間に余裕が生まれます。少し楽に働けそうです。余った時間で他のこともできそうです。会議を変えることは自分の働き方を変えることです。まずは一つ今日から試してみることが大切です。ここまでダメな会議をゼロにするためのポイントを見てきました。会議ってこんなに考えることがあったんですね。今まで何も意識していませんでした。多くの人が同じように会議をなんとなく言っています。それが無駄を生む原因になっています。今回のポイントは3つです。整理すると分かりやすいです。ちゃんと覚えられるか少し不安です。まず目的を明確にすることです。次に誰が決めるかを決めることです。そして会議を事前に設計することです。全部つながっている感じがします。どれか一つだけでも変わりそうです。この3つを意識するだけで会議は大きく変わります。特別なスキルは必要ありません。ここを意識しないままだと同じ無駄が続きます。少し怖くなってきました。今までの時間を思い出してしまいます。だからこそ今から変えることが重要です。いつでも始めることができます。会議が変わると仕事全体が変わります。そんなに影響があるんですね。毎日の積み重ねが大きいと感じます。時間の使い方が変わり、成果も変わります。働き方そのものが変わります。会社員の現実を変える一冊としてとても価値があります。自分の働き方を見直したくなりました。少しずつでも変えていきたいです。今日は5分でいいので次の会議の目的を一つ書いてみてください。それだけで変化の一歩になります。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。